こんにちは、ミッキーです。今回は最高品質をあなたに名古屋カフェ8選をご紹介させていただきます。先日会社の有給休暇を使って名古屋の一人旅に行ってきたんですけれども、名古屋の観光名所を巡りながら名古屋カフェをいくつか巡らせていただきました。エリア的には名古屋駅周辺だったり、あとは栄エリアを中心に巡ったんですけれども、その中でも自家焙煎コーヒー店ですとか、ラテアートの入賞者が在籍するようなカフェですとか、他にも焼き菓子を中心としたスイーツが美味しいカフェもいくつか巡らせていただきましたので、今後名古屋に訪れる場合、また名古屋在住の方も楽しめる内容になっていると思いますので、ぜひこの動画を参考していただいて、充実した休日を過ごすきっかけにしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、1軒目にご紹介しますのはピートニックコーヒー&ロースタリーさんでございます。こちらのお店は白川公園の近くにあるお店なんですけども、大須観音駅からも近い場所にありますので、結構アクセスはいいかなといった印象でございます。こちらのお店、コーヒーがメインになるんですけれども、今看板に映しています通り食パンもとてもこだわっていて美味しいということなので、ぜひモーニングとかにもいただいてほしいお店になっています。名古屋のお店いくつか伺ったんですけども、やはり名古屋といえばモーニングだという印象を持たれる方も多いと思いまして、モーニングから朝から楽しめるというところがポイントになっています。東京だと新宿とか池袋とかではモーニングを楽しむことができるんですけども、なかなか高円寺とかその周辺ではモーニングを楽しめるお店も少なかったので、非常に羨ましいなといった思いでした。こちら今映していますのが 10kg の富士ロイヤル製の大型焙煎機でございまして、こちらの焙煎機を使って直火でしっかりと焙煎する深入りのコーヒーが特徴的なお店になっています。こんな感じでお店ではその時に焙煎されている豆が展示されていまして、生豆の状態の様子から焙煎をした後の様子まで見ることができます。さらに手前にある瓶の中では豆をひいた後の香りも楽しむことができますし、この豆一つ一つにお店の方の説明書きが書かれていますので、コーヒー豆をじっくりと確かめてじっくりと感じたいという方にはとてもお勧めできるお店になっています。こちらのお店、実はお店の名前であるピートニックというところからももしかするとイメージされる方もいるかもしれないんですけれども、スタバの生みの親とも言われているピーツコーヒーを日本で復活させたい、そんな思いでピーツコーヒー本社で修行を積んだマスターがその経験を生かし、味のバランスを微調整しながら丁寧に焙煎してくれている、そんなお店になっています。このピーツコーヒーというのはスタバが創業する少し前に出来上がったアメリカの大型のコーヒー店でございまして、このピーツコーヒーに感銘を受けた3名の創業者が後にスターバックスを創業したと、そういった歴史を持っているということですね。で、そんなコーヒーにこだわりがあるこちらピートニックさん、つまりピーツを愛しているピーツ好きなみたいな、そういった思いが込められていると思うんですけども、その店内はこんな感じで非常に広々としていて、このおしゃれ空間が広がっていますので、単純にコーヒーが好きな方だけじゃなくて、ゆったりと落ち着いた時間を過ごしたいなんて方にもお勧めできる空間になっているかなと思います。この店内に飾られている絵とかもとても素敵ですし、こちらですね、レコードで流れている音楽とかもとてもおすすめになっていまして、この後ろ側にはレコードがたくさん置かれてるんですね。この時はおそらく iPod から流れてたと思うんですけども、日によってはお店の方がレコードで音楽を流してくれるみたいなサービスもされるのかなと思ってます。で、コーヒー以外にはこういった焼き菓子もありますし、フードメニューも結構あるかなと思いますので、ぜひフードも合わせてコーヒーと一緒に楽しんでいただきたいと思ってます。こちらがピーツのライセンスだということでございまして、しっかりとピーツ本社の認可を受けてライセンスを取得されている方が焙煎されているというところが特徴的になっています。で、こちらがこの日にいただきました本日のコーヒーでございます。深入りの味わいをしっかりと試すことができますので、例えば名古屋のこの近くにあるヤバトンとかでご飯を食べた後にお口直しとしてこの苦めのコーヒーを味わう、そんな楽しみ方もできるかもしれないです。で、こちらの陶器もとてもおしゃれで、先ほどちょっと映していました手前のラスクも一緒にいただくことができますので、試していただきたいと思ってます。続いてご紹介しますのはダブルトールイントゥーカフェさんでございます。こちらは名古屋では2号店だということでございまして、2020年の9月にオープンしたばかりだということでございます。
こんな感じでスタンド形式のお店になってるんですけれども、私が新宿編で過去にご紹介した新宿御苑店の系列のダブルトールカフェでございます。こちらのお店ではクラフトコーラやクラフトビールなど、あとは焼き菓子も楽しむことができるのが名古屋の1号店にはない試みだということでございまして、このスタンド形式という感じもお客さんとの交流の近さを体現してくれているということで、身も心も温めてくれる、そんなお店になっています。でこんな感じでダブルトールさんの特徴的でもあるコーヒー豆のこだわりがしっかり体現されていまして、お店の店頭にはこの日に用意されている豆とかも展示されているという形でございます。ダブルトールさんは品質管理にすごいこだわっていて、ハワイの自社農園から直接買い付けたスペシャリティコーヒーを熟練の焙煎師さんのもと焙煎されていると、そんなお店ですね。さらになんといってもこちらダブルトールさんはラテアートがとても素敵なので、ぜひこんな感じでカフェラテを頼んでいただくのが一番おすすめのスタイルになるかなと思っています。もしお腹に余裕がありましたら焼き菓子も一緒に頼んでいただくとより楽しむことができるかなと思います。続いてご紹介しますのはリブ&バゲットさんでございます。今映しています通り、ホテル&ルームス名古屋栄の1階に併設のこだわりのサンドイッチが魅力のカフェになっています。私今回の旅では2日目は友人の家に泊まったんですけれども、1日目はこちらのホテル&ルームスさんに宿泊させていただきました。でその理由の一つがこちらのカフェが併設されていて、モーニングメニューとしていただける部分、あとは屋上にですね、こちらのホテル&ルームスさんは大浴場がありまして、露天風呂を楽しむこともできましたので、選定の基準にさせていただいたというところでございます。でこのカフェもとてもおしゃれですし、宿泊客以外もご利用することができますので、ぜひ試してほしいなといったところでございます。ただですね、モーニングメニューに関しましては宿泊客限定だということなので、その点はご注意ください。でさらにインスタグラムを拝見しますと、宿泊客の方は部屋でこちらのリブ&バゲットさんのモーニングメニューをいただくことができまして、その弁当箱というかパッケージもとてもおしゃれで素敵なので、まさにインスタ映えなのかなといった形です。私は店内じゃなくてこちらのカフェ空間味わいたいなと思いまして、カフェの店内でモーニングをいただいたという形でございます。で結構席の数もありますし、充電スペースもありますので、こちらで仕事をされている方もいたなという印象でございます。でこちらのお店は映画シェフに影響を受けて劇中に登場するキューバサンドから着想を得たこちらのサンドイッチ、あとは自家製にこだわったパンと具材がとても魅力的だということでございます。でこちらが今映していますモーニングセット、宿泊者限定のものになります。920円でいただくことができまして、サラダもついていたり結構ヘルシーな部分もありますので、比較的お得に味わうことができるかなといった印象です。でモーニングやランチではこういったものに加えて紅茶やコーヒー、チャイをいただくことができますし、ディナーではモヒートやコロナビールなどのペアリングがおすすめだということでございます。でこちらあんバターですね。まさに名古屋といえばモーニングのあんバタートーストかと思うんですけども、こちらをキューバサンド形式でいただくことができるというところになっています。でコーヒーもしっかりと味わうことができますので、ぜひ合わせて楽しんでいただきたいと思っています。続いてご紹介しますのは QOL コーヒーさんでございます。こちらお店の名前にもあります通り、人々の QOL を向上したい、そういった思いを店名に込めているということでございます。この青で塗られた壁もとてもおしゃれだなという感じですし、この辺とかロサンゼルスにあるピンクの壁のようにインスタ映えな空間として撮影にも使うことができそうですよね。でこちらのお店も自家焙煎コーヒー店になっていまして、こちらにも映しています店内の焙煎機で世界中から厳選した世界最高峰のコーヒーを毎日少しずつ焙煎しているということでございます。手前にあります通りアパレル系のアイテムもあったりとか、オリジナルのグッズとかもあったりしますので、その辺もぜひ試してほしいなというところです。で手前に席があるんですけども、後で映しますが2階にも席がたくさんありますので、ぜひそのあたりも活用していただきたい部分でございます。でこちらのお店は良質な豆を厳選して提供してくれているということでございまして、こんな感じで多種多様な豆をいただくことができます。で私結構浅入りの豆が好きなんですけれども、こちらの豆では浅入りのコーヒー豆も用意してくれてますので、同じく浅入りの豆が好きだという方はこちらでぜひ豆も購入していただいて、ご自宅でも楽しんでいただけるといいかなと思ってます。でこの QOL コーヒーさんも先ほどご紹介したピートニックさんもそうなんですけども、この名古屋の栄エリア周辺にはたくさんの自家焙煎コーヒー店があって、それがとても素敵だなという形なので、東京でもカフェは結構多くあるんですけれども、なかなか自家焙煎コーヒー店は多いという感じじゃないので、
名古屋のこの栄エリアはとても贅沢だなといった印象でございました。でカウンター席もありますし、この装飾品がとてもおしゃれですよね。でこんな感じで階段には植物もありますし、登っていただくとこんな感じでライトとか、なんとなく自然と調和したようなアーティスティックな空間が、特徴的な空間が広がっているという形でございます。でちらっと映っていると思うんですけども、こちらギャラリーの展示も楽しめるところが特徴的になっていまして、このカフェ空間でコーヒーが出来上がるのを待っている間とかにこのギャラリーの展示を楽しんでいただくというのも一つの過ごし方なのかなと思ってます。でカウンターの席におそらく充電コーナーがあるのかなという形でございまして、この日もパソコンで作業されている方がいらっしゃったので、そういった用途にも使うことができるかなといった感じでございます。でこちらはこの日にいただきましたフィルターコーヒーのルワンダサイリでございます。このビーカーでセルフで入れるスタイルでいただくことができますので、自分のお好みのタイミングでお好みの温度で楽しむことができるということでございます。でこちら名古屋市役所や愛知県庁から近いという立地にもありますので、そのあたりのお勤めの方々がランチとかコーヒータイムに使っているという情報も聞いていまして、なのでですね、東京から観光に来た方ももちろんですし、名古屋にお勤めの方とかも非常にお勧めできるコーヒー店なのかなと思ってます。でこちらのコーヒーは非常に果実感があふれる美味しい味わいでした。ぜひ試していただきたいと思ってます。続いてご紹介しますのはトランクコーヒーバーさんでございます。こちらのお店も自家焙煎コーヒー店になっていまして、本当に名古屋って素敵な自家焙煎コーヒー店がたくさんあるなと思ってますね。でやっぱり店内空間も非常におしゃれですし、コーヒーにこだわりがありつつもコーヒー以外のフードメニューも充実しているというところが特徴的ですね。なので名古屋に住まれている方は本当に1ヶ月ごとにいろんなお店のコーヒー豆を楽しめるんだななんて想像しながら結構ワクワクしていました。そんな中こちらのトランクコーヒーバーさんは北欧系のコーヒーショップになっていまして、ノルウェーで学んだコーヒーの知識と技術を用いて最高品質を提供するコーヒー店でございます。ノルウェーというと登戸編や浅草編でご紹介しているフグレンコーヒーさんのイメージがあるかと思うんですけども、こちらでも同じくアサリの豆をいただくことができたりっていうところです。一方で深煎りの豆とかも提供されていますので、アサリの豆が苦手だなという方でも楽しめるのが特徴の一つなのかなといった印象です。ちなみにこちらの壁にはですね、フグレンのポスターもありましたので、結構そのフグレンさんを意識したりとかしてるのかなといった感じでございます。一杯のコーヒーが身近な人と人とをつなぎ、世界の素晴らしい文化もつなげていく、そんなゆとりのあるライフスタイルをお届けしたい、そんな思いのもと運営されているカフェでございます。今映していました折り紙ドリップという形の形式で提供される抽出スタイルがあったりとか、あとはエアロプレスとカリタウェーブの3種類から選ぶことができますので、コーヒー豆を選んでいただいて、さらに抽出方法も選べるという贅沢具合でございます。でこの店内のソファーが非常にですねふかふかで気持ちよかったので、時間がある方はテイクアウトじゃなくてしっかりと店内で時間を過ごしていただくといいかもしれないです。でこの提供される陶器もですね、なんだかおしゃれな感じで、この曲線がある感じが非常に手にフィットして飲みやすかったので、こういったものも面白いなという印象でございました。続いてご紹介しますのは観音コーヒーオース店でございます。観音コーヒー、私の動画を見てくださった中には知ってる方もいるかもしれないんですけども、吉祥寺編で実はご紹介しているコーヒー店でございます。先ほどご紹介したダブルトールさんもそうなんですけども、東京にもあって名古屋にもあってっていうところも、なんとなくコーヒー好き、カフェ巡り好きには楽しめるポイントになってるかなと思ってます。ダブルトールさんは東京が中心の拠点になってるんですけども、こちら観音コーヒーさんはまさにここの大須店が本店になっているということでございます。この観音という名前もこの近くにある大須観音が名前の由来になっているということだと思います。でたまたまなんですけども、平日の夜だったからかとても空いててですね、絶好の撮影タイミングになっていました。でお店の方も気さくに接してくれまして、じっくりと撮らせていただくことができました。で席も結構あるんですけども、もう本当にここは人気店だというふうに伺っていますし、実はここ2回目に訪れたんですけども、1回目に訪れた時も非常に混んでましたので、ぜひですねこういった平日の夜とか穴場な時間を使って訪れていただきたい、そんなお店になってるかなと思ってます。でこちらはこんな感じでコーヒー豆の提供されているパッケージもとてもおしゃれで素敵ですし、あとはこちらの焼き菓子ですね。焼き菓子も多種多様な種類がありまして、
スコーンとか今回頼んだビスケットとかパウンドケーキとかプリンとかいろんなものがありますので、コーヒーとペアリングしてぜひ楽しんでほしいなと思ってます。お店のコンセプトは時間がない時でもさっと立ち寄れていつでも美味しいコーヒーをということでございます。でこちらのイラストもとても素敵ですので、ぜひですね写真に収めていただきたいと思ってます。そしてこちらがこの日に提供されましたカフェラテと、あとはシャチホコビスケットでございます。このカフェのラテアートも素敵ですし、このカップですね、カップに描かれているイラストもとても素敵で、これ実は多分松陰神社とか吉祥寺とかこちらの観音コーヒーの系列のお店が全部書かれていまして、前に吉祥寺いただいた時も違いましたし、前にオーステンに訪れた時ともまた違ったパッケージになってましたので、多分定期的にこのカップのイラストは変わっていくのかなといったことでございます。こうアーティスティックな空間、カフェでもいろいろな空間があると思うんですけども、観音コーヒーが愛されるポイントの一つにはこういったアーティスティックな空間が含まれているのかなといった印象です。で、せっかく名古屋なので、インスタ映えを狙いたい方とかはこちらのシャチホコビスケットも頼んでほしいなと思ってます。続いてご紹介しますのはザ・カップスハーバーカフェさんでございます。このザ・カップスというのは名古屋の中心部で3店舗ほどコーヒー店を展開されているんですけども、こちらのハーバーカフェさんはセントラルキッチン兼カフェというスタイルで提供されているお店でございます。このハーバーとあります通り川辺にあるお店になっていまして、この川辺の景色もとても素晴らしくて、この日のように天気がいい時なんかには絶好になってますので、ぜひ訪れてほしいと思ってます。でこちらのお店は実はですね、私がまた別の動画でもご紹介しようと思ってるんですけれども、アスタ蓬莱軒の本店に伺った時にその待ち時間に利用させていただいたカフェになっています。こんな穴場的な空間にあるにもかかわらずですね、とてもおしゃれで高品質なコーヒーをいただけるので、ぜひこの動画をご覧になった方々はアスタ蓬莱軒と合わせて楽しんでいただくと一番いい楽しみ方なのかなと思ってます。でこちらの店では全国の人気ロースターから仕入れているスペシャルティーコーヒーが特徴的だということでございまして、冒頭でも申し上げました中心部に展開している3店舗とここのハーバーカフェでは全く違う豆が取り扱われているということなので、どのカップスさんに訪れてもいろんな豆を楽しむことができるのかなといった印象でございます。で入れ方もアメリカンプレスやコールドブリューなど様々入れ方を試していただくことができますし、あとはですね、こちらのドッグランがあるのがこのハーバーカフェさんの特徴的な部分になってますので、有料にはなってしまうんですけども、愛犬がいる方はぜひこちらをご利用していただきたいと思ってます。あとはこちらの焼き菓子ですね、ケーキもそうですし、この下にありますカヌレがとても美味しそうな感じで、この筒状のパッケージの中にカヌレ、小さいカヌレを詰めていただいてギフト用にもテイクアウトしていただくことができそうなので、大切な人へのお土産にも買っていただきたいと思ってます。こちらこの日にいただきましたコールドブリューとカフェラテ、あとはカヌレでございます。このカヌレの小さいこの器もとても素敵ですよね。でこのカフェラテもしっかりエスプレッソから入れていただいてミルクを入れていただいて飲むことができますので、コーヒー好きな方、ラテ好きな方はエスプレッソの味わいもじっくりと楽しむことができるところがポイントになっているかなと思ってます。実はこちらのカヌレの器なんですけれども、カヌレを持ち上げていただくとこの底の部分にも印字がされていまして、カヌレ専用でしか使わないんじゃないかみたいな器でもこだわりがあるところがこのお店の魅力になっているのかなと思いました。ぜひですね、アスタ蓬莱軒と合わせて楽しんでいただきたいと思ってます。そして最後にご紹介しますのはカフェワンさんでございます。こちらは地下にお店を構えていまして、後で映すんですけれども非常に広々としたおしゃれ空間が広がっていますので、穴場的、隠れ家的に使えるお店になっているかなと思ってます。そしてこちらのお店の特徴の一つでもありますモーニング、ランチ、カフェタイム、そしてディナーまで幅広い時間で試すことができますので、そこもいろんなお客さんにマッチする部分なのかなと思ってます。お店のコンセプトはあなたのオンリーワンになりたいということでございまして、そんな思いがこのカフェワンという名前には込められているのかなといった印象でございます。でこちらのお店はプレオーダー制になっていまして、カウンターでメニューを注文していただいて席で楽しむという形になっています。スターバックスとかと同じような形式ですよね。でこんな感じで一つ一つインテリアにもこだわりがありまして、ソファー席もありますし、いろんな種類の椅子がありますので、ぜひお好みの席で試していただきたいなと思ってます。この時はたまたま席も空いててですね、じっくりとほぼ貸し切りな状態で楽しむことができましたので、やっぱり平日の夜の時間帯っていうのは先ほどの観音コーヒーさんもそうですけども、カフェを贅沢に過ごすことができる時間なのかなと思ってます。
ただやっぱり仕事があるとね、なかなかしょうがないとも思いますので、今回の私のように有給休暇を使っていただいて、カフェ好きな方はこのカフェを巡るためだけに有給休暇を使うというのも一つの楽しみ方なのかなと思ってます。やっぱりね、こういった旅の中でカフェ巡ったりとか観光地巡ったりすると、私も今動画を作成しながら持ってるんですけども、やっぱりいい思い出になるし、思い出っていうのはね、なかなかお金の使い方の中でもすごい満足感があるものなのかなと個人的には思ってますので、是非この動画を参考にしていただいて、いろんな旅のきっかけにしていただきたいなと思ってます。でこちらのお店はですね、ラテアートの大会で数々の経歴を持つバリスタさんが入れてくれるということでございまして、先ほどカウンターでもちらっと映したんですけれども、トロフィーがありますので、是非その辺も見ていただきたいなと思ってます。でこちらのお店はこういった焼き菓子も非常に豊富にありまして、この日友達と3人で伺ったんですけども、いろんな焼き菓子をシェアしながら楽しんでいただくというのも一つの楽しみ方かもしれないです。こちらですね、こちらが先ほど申し上げました数々の大会で、ラテアートの大会で入賞されたトロフィーとかになっています。で後で映しますけども、ラテアートとても素敵なので、ぜひここのお店でも先ほどご紹介したダブルトールカフェさんと同様ラテを頼んでほしいなと思ってます。そしてこちらがこの日私が頼みましたカフェワンラテと、あとはクッキーでございます。まさに本当に匠の技が再現されているラテアートが楽しめますね。でクッキーも非常にですね、サクサクとした食感とこのチョコチップが効いてて美味しかったです。でこちらのお店では先ほど冒頭でも申し上げましたけども、ディナーも含め幅広いシーンで楽しむことができますし、あとはミーティングにも使えるような広々とした空間がありますので、ぜひですね、ちょっとしたお話をしたいとか、じっくりと時間を過ごしたい、そんな時に使ってほしいお店になっています。であとはバスクドチーズケーキ、こちらは友達が頼んだものなんですけども、ちょっと小ぶりな感じであるんですけども、結構ずっしりと楽しむことができたという感想を述べられていましたので、見た目にもかかわらず結構ボリューミーがあるんだなという心構えで頼んでいただくと満足感を得ることができるかなと思ってます。であとはこちらのモンブランプリンですね。モンブランプリン一口いただいたんですけど、こちらも非常に美味しかったので、ぜひですね、もしかするとこの秋の季節限定かもしれないんですけれども、タイミングが合えば、もし試すことができましたら注文してほしい、そんなメニューになっています。でちなみにラテは中入りと深入りから選べますので、お好みに応じて頼んでいただきたいと思ってます。以上、名古屋からおすすめカフェ8選ご紹介させていただきました。結構入念に下調べをした上で、ここのカフェ行きたいなみたいな感じで調べたんですけども、他にも実は行きたいカフェはいくつかありました。やっぱり自家焙煎コーヒー店をこんな何軒も巡れるということは贅沢なことだなと思いますし、あとは焼き菓子とかも含め非常に美味しいフードが名古屋のカフェの特徴的な部分かなと思ってますので、ぜひこの自家焙煎の本格的なコーヒーと、あとはフードを試していただきたいと思ってます。あとはラテアートですね。ラテアートなかなか普段頼まないなという方でも、この名古屋ではラテアートしっかり楽しむことができますので、ぜひこの機会に試していただきたいと思ってます。もし他にも名古屋でおすすめのお店とかありましたら、コメント欄の方で教えていただけると非常にありがたいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。